皆さんこんばんは、サイラです。今回は Tales of Arise で単発ダメージの最大トップ3を紹介します。このチャンネルは新作ゲームで攻略に役に立つ情報や難易度の高い謎解きなどを紹介するチャンネルです。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。今回の単発ダメージを最大としたっていう理由は単純に見栄えです。複数ダメージの合計で強い術技はどれっていうのもあると思うんですが、やっぱり見栄えがいいのは単発ダメージですよね。今回の検証では結果的に全キャラの全術技の瞬間最大ダメージっていう数値も見れるようになります。コメント欄で最大ダメージを見たいっていうのがあったので、それを含んだ検証になります。意外な結果もあるので、良ければ途中経過も含めて最後までご視聴ください。今回の検証ですが、まず最初に各キャラクターの単発瞬間ダメージが最大となる技を調べます。そこからそれぞれの瞬間最大ダメージを記録していこうと思います。1キャラ1個までっていう縛りにしようと思っています。なので3キャラ紹介するっていう感じですね。そうしないと皆さん予想通りあのキャラが独占してしまいそうなので、そういう感じにしています。今回はそんなちょっと変わり種の検証動画になります。検証する際に装備するアクセサリーですが、全キャラクター統一して今装備しているヒットリングの反撃特化型にしています。反撃ダメージを狙うっていう感じですね。瞬間最大ダメージは反撃特化が実質的な最高になると思います。雑魚敵が大量にいればバトルマニアも瞬間最大っていうのはなり得るんですが、そこはちょっと検証が大変なのでご容赦ください。ということで反撃ダメージを狙っていくっていう感じにします。全キャラステータスはもちろんカンストになっています。各キャラクターの最大ダメージが出る技が見つかったら、今度は一番ダメージが出る敵っていうと、最初に出てくる最弱のアルマジロ、これを使います。防御力も低いですし、一番ダメージの表記が出る、弱点とかもついていない、そういう感じになります。今回はそんな感じで進めていこうと思います。早速ですが、まずは各キャラクターの単発最大ダメージが出る技を紹介します。複数ヒットの場合でもその中で一番数値が出たものを抽出するっていう感じで調査していってます。まず一番初めにアルフェンです。これはアルフェン使っている方であれば大体予想つくと思うんですが、波動滅風でした。この威力本当に桁違いですよね。発動まで時間がかかりますし、体力が1になってしまうっていうのであまり使ってこなかったんですが、このダメージっていうのは本当にすごいです。フラム H を使わない技の中ではゴーハザンが一番になりますね。これは私もよく使ってました。アルフェン使うときは一番の売りであるフラム H を一切使わず、ゴーハザンと魔人剣を使っている、そんな感じでやってました。アルフェンは波動滅風を選んでいます。続いてシオンです。単発最大ダメージは地上技であるインテリータムでした。他の術技のダメージと比べると2倍ぐらい差があるっていう感じで結構飛び抜けてましたね。敵の攻撃を避けつつダメージっていう感じでちょっとかっこいいんですが、攻撃自体は広範囲攻撃で、ただ判定が若干弱いかな。少し軸がずれてたりすると当たらないっていう感じがあるので、相手との距離が大事になるっていう技ですね。複数回ヒットするような術っていうのはトータルダメージ大きいと思うんですが、 DPS 時間あたりのダメージって考えると技に軍配が上がるかなと思います。あとは空中技もすごい使い勝手が良かったです。シオンはインテリータも選んでいます。続いてリンウェルです。魔法のイメージが強くって複数回ダメージを与えるような魔法が多いです。なので単発威力っていうのはかなり厳しいかなと思ってました。全ての技確認したんですが、術のメテオスオームが最大ダメージでした。メテオストームと間違いそうなんですよね。空中技の風神も時点で結構いい感じのダメージ出てたんですが、最大はメテオスオームでした。あと地上技の水球もなかなかいいダメージ出してましたね。リンウェルはメテオスオームを選んでいます。続いてローです。空中技の燃焼剣でした。
地上技が最大来るかと思ってたんですが、まさかの結果空中技でした。地上技の画法っていうのと無炎症、これが全く同じダメージが出ていて、僅差っていう感じでした。燃焼剣は攻撃範囲が狭いので、当てるのがちょっと難しいっていう感じですね。ローは燃焼剣を選んでいます。続いてキサラです。これも空中技の囚人脚っていう技でした。地上技の連続攻撃の中で途中で大きめのダメージ入るような技あったんですが、それでも囚人脚が飛び抜けてるって感じでした。あとこの検証やってて気づいたんですが、ガードしかできないと思っていたキサラですけど、空中だとステップ回避があるんですが、それでジャスト回避発生しました。ガードだけではないんですね。ただ空中の方が身軽いってどういう設定って感じですけどね。キサラは囚人脚を選んでいます。続いてティオハリムです。これも空中技でした。デーモンランチェっていう技が最大ダメージでした。時点でグランドダッシャーがかなりいいダメージ出してました。一発のダメージも高いんですけど、複数回ヒットするっていう感じで、ティオハリムの可能性を見たような気がします。ティオハリムはデーモンランチを選んでいます。以上で全キャラの瞬間最大ダメージが出る術技が決まりました。改めてまとめます。各キャラクターの術技はこのような感じになっています。それではここから各キャラクターでアルマジロ相手に最大瞬間ダメージを出していきます。はい、最大ダメージの記録が終わりました。それではこれから結果を発表します。先ほどのところで戦闘のところしっかり見ていた方はだいたい予想ついているかもしれません。まずは3位。ローの燃焼剣でした。最大は159万1722っていうダメージになりました。続いて2位。リンウェルのメテオスオームでした。最大は290万1762のダメージでした。単発でも2位でしたね。1位は皆さん予想通りかなっていう感じです。それでは1位の発表の前に2位から6位すべてのダメージ数値と順位を表示しておきます。こんな感じですね。ここに名前が出てないのが1位ってことですね。それでは最後1位の発表になります。アルフェンの波動滅風でした。最大はなんと2229万3308っていうダメージになりました。驚異の2200万ダメージです。これはめちゃくちゃ強いですね。試しているのが序盤のアルマジロっていう実質防御力ないような敵を相手にしているので2200万っていう驚異のダメージ出てるんですが、後半の敵になるとこういうダメージはさすがに出ません。ただ瞬間最大ダメージって意味ではとんでもない数値ですね。全キャラクターの最大ダメージって意味では2200万、そういう数値が最大になりました。ということで単発の瞬間最大ダメージの最強技っていうのはアルフェンの波動滅風に決まりました。皆さんから波動滅風は強いっていうコメントが何度かあったんですが、意味がわかるほどの驚異の威力っていう感じですね。また離れていても撃てる、当たるっていうのがすごい強みですね。マニュアル操作で魔人剣ソウガを打ってそのまま波動滅風に連携するっていう形で結構安全に打てそうかなっていう気がします。ただ1回使うと体力が1になってしまうので、そこをすぐ回復するっていうのを気にしないと
すぐ死んでしまうかなと思います。今まではリンウェルの雷神を押していましたが、今度雷神とハドメップどっちが強いのかっていう検証をやってみようと思ってます。いやー、素晴らしいダメージですね。以上で今回の検証は終わります。今回の結果を受けて感想をコメントで残してくれると嬉しいです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。